江戸時代はエコの暮らしシリーズの1です。20世紀は世界中が江戸時代に戻る時代、そういうふうに定義することがもしかしたらできるかもしれないというお話です。あなたはまだ日本のことはあまり知らないと思いますが、日本の良さを知るには江戸時代を理解するのが一番早いと思います。現代世界では CO2 の削減とかあらゆるゴミのリサイクルをやって、そこからゴミの中からエネルギーを作り出そうとかしています。その最先端の国が日本だと言っても間違いありません。そして江戸時代にはですね、実は日本はその頃からずっとゴミを宝の山に変えるテクノロジーをですね、別に有名人とか天才が作ったわけじゃなくて、日本の場合はテクノロジーっていうのはですね、無名のそこら辺の人たちがみんなで力を合わせて次々と開発し、次々とそれを育て、そして次の世代の人がもっともっと進化させてきたという意味で、日本は天才の国家じゃないんですよね。エジソンとかアインシュタインはあんまり生まれにくい土壌です。その逆に江戸の時代は無名の人たちがテクノロジーを作り続け、進化させ続けてきて、一つの完成品にしていった、そういう国であり、そういう時代だったというふうに考えてもいいわけです。ですからこれは西洋文明と真逆の発想ですね。西洋文明の中でノーベル賞をもらう人っていうのは絶対的に最初からエリート教育を小学校の頃から受け、大多数の人は一生読み書きもろくにできないような、そういう19世紀の時代だったわけですから、日本は読み書きも8割ぐらいの人が知ってたということで、江戸時代ってとっても特殊ですよね。ところで日本人はあらゆるものに対して、物とは思わない。その中にですね、物の中にも魂が宿っているというふうに考えました。江戸時代から今日までですね、ずっとですけど、神社行きますと、針供養の日とか、今日は人形供養の日とか、今日は包丁供養の日ですよとかっていうことが、神社ですね、それからお寺にも貼ってあるんですよね。そしてその日は神社でお祓いをしたり、それからお寺だったらそれを燃やしながらお経を唱えるんです。その時には、必ず複数のお坊さんがですね、そのいろんなものを焼きながら、それをお焚き上げとか言いますけれども、そういうふうにして一生懸命物を燃やしながらお経を、動物じゃない物の中に宿っている命がちゃんと成仏するように、成仏っていうのはそこら辺に迷わないようにですね、天国に行けるようにって言ってね、地上にいた時はよく役に立ってくださってありがとうよっていうわけです。で、なぜそうなのかっていうと、針でも人形でも包丁でもですね、よく使ってあげると長持ちする。これは分かりますよね。同じ包丁でも一生懸命磨いてあげると30年40年持ちます。で、特に日本の鉄包丁はですね、磨き方によっては鋭くもなり、それから生倉包丁といいましてですね、全然切れなくて刃がボロボロに欠ける場合もあります。だから包丁でも、40センチの長い包丁が最後は10センチぐらいの小さなペティナイフになって違う使い方ができるような、これは包丁を使っている料理人はみんな体験していることですね。で、人形で言いますとですね、西洋人形なんか魂がこもっちゃって夜中に一人で見てるとうわ怖いみたいなですね、そういう人形もありますよね。っていうように人間の心が宿っていくっていうのは嘘じゃないと思います。ですからその魂に宿った人形や針や包丁などをちゃんとですね、天国に帰りなさいっていうふうに祈っていくことは、これをやったのはインド人と日本人だけだと、インディアンと日本人だけだと思います。インディアンはそういうふうにしたんですよね。でも日本人も同じようにしていました。で、役目は終わったけれども、私たちは本当にあなたに感謝してるよ、ありがとうね。だからそういう祈りを捧げることによって魂が天国に上がることによって、何がいいかっていうとですね、そういうところには無駄なものがないわけです。で、例えば西洋なんかだったら人形だって針だって包丁だって全部ディスポーザブルの時代ですから、バシャ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 捨てますよね。今の日本人もどんどこ捨てていくわけです。でもこういうふうに針は針で供養してちゃんと始末するということはですね、どういうことかっていうと、針で事件が起こらない、事故が起こらない。包丁も包丁で事件が起こらない、事故が起こらない。で、今日本人はこういうことを忘れてしまったので、
病院の廃棄物ですね、これ医療用廃棄物の中に針がたくさんあって、それを山の中捨てたりとかですね、違法投棄といってあちこち捨てるから、それをたまたまですねゴミを回収する人がそういうところを掃除してて、その針で怪我をして、そこからばい菌が入ったり、ものすごい恐ろしいウイルスに汚染されたりして病気になって高熱が出たりすることがたまにあるんですね。これは世界中であると思います。でこういうことが起こるということは、物を物としか思ってない。でリサイクルに今お金かかりますよね。だから産業廃棄物を山の中に不法投棄するという人たちが増えてしまって、これも世界中の問題です。でもそういうことを起こさないようにするということが日本の古くの知恵にあったので、日本の不法投棄は欧米とか、南米とかアジアの国の中では一番、それでもまだ少ない方だと思います。そこには何があるかというと、このような江戸時代から受け継がれてきたものを大事にしよう、それで、また不法な捨て方をしてはいけないよ、ちゃんと最後はこういうふうにするんだよということを代々子どもたちに教えてきたから、だからそういうことが少ないということにつながっているのじゃないかと手前勝手に思っています。ところで始末という言葉が先ほど私が言いましたね。きれいに始末しましょうと。始末という言葉は日本語ですが、始っていうのはスターティングポイント、末っていうのはエンディングポイントだから、最初使い始めた時もエンディングで最後にする時も最初と最後をきちっとですねいつも見張ってて、注意深くしようっていうのがこの始末という言葉に入ってます。だから例えば縫い物をしていて、始末をちゃんとしなさいよ、そうじゃないときれいに仕上がらないですよっていうのは、洋服を縫い上げたり着物を縫い上げる時もよく使われる言葉で、おおむねいいんだけど最後の始末があなた下手ですねって言われたら、最後のですね、最初きれいに縫い上げても最後のところミシン掛けなんかがきれいじゃないと、出来上がった作品としての洋服はすごくきれいじゃなくなっちゃうんですね。だから最後まで不注意をしてはいけませんよって、気が抜けてくるんですよね。人間はほとんどうまくいくと最後に気が抜ける。でも最後のところに、十分な注意を払わないと99% いい作品であっても最後の 1% の末のところですね、エンディングのところが気が抜けているととても良くないものになるよっていうことにも現代でもよく、何かのアート作品を作る時なんかにも使われる意識なんですね。これも日本人の非常に大事にしたポイントです。でこの言葉は始末っていう言葉ですけれども、やはり最初はありがとう、誰かに一緒にこのチャンスをもらったら仕事をもらってもありがとう、最後はやっぱりきれいにその仕事をくれた人に対して、不注意のなく、最後 99% いいんだけど最後 2% ぐちゃぐちゃだとですね、その人の作品は台無しになる。だから最後リチェックしてきれいに納入するとかですね、そういうことにもつながると思います。そして昔の日本人、江戸時代の人はですね、そういうことを子どもたちのうちから親と手を引いて神社仏閣に行って人形を、子どもの人形を納める時にも、本当にあなたも心からこのお人形さんによって幸せだったでしょ、いろいろ遊んでもらって、自分が遊んであげただけじゃなくてお人形さんに遊んでもらったでしょ、一緒に寝たでしょ、寝たら親がいない時も気持ちがよく眠れたでしょ、だからありがとうって言うんだよっていうふうに優しい言葉で子どもたちに教えてきました。だから物というものを物として扱わないのが日本のすごく大きな伝統だと思います。